クレイコットリサーチの皆さんに自己紹介お願いします。はい、皆さんこんにちは。東京から来ました獣医師の小林です。私はこれからですね、人と動物の健康をウェルネスという考え方でサポートしていきたいなと考えてます。最近韓国諸通訪訪れてらっしゃるんですがソウルが外国って感じがしない。東京から隣の町に来たっていう感じ。でも最近一人でバス乗ったりタクシー乗ったりできるじゃないですか。やっぱりなんか自分ね、これから老人になってくんで自分一人でいつまでも動けるように訓練しておかなきゃいけない。すごいっていういつも考えてるのが、デュオリンゴで英語の勉強したり外国、もう全然もう話通じないじゃないですか先生、でも一人でバス乗ったり電車乗ったり夜中にホテルまで探して、私実は先生夜中にホテルまで行くっていう話聞いて返事届かないと眠れないとかって待ってたんですけど、ホテルチェックインしたんですけどっていうふうに返事してくださって、先生すごいなと思いました。そうなんででも私だったらやってるじゃん、ゆうさんたちも。でも怖いし、なんか普段だったらもうみんなで一緒に動いてるから多分、話通じない街で一人で夜中歩くとか怖くてできないんだけどっていうのが。韓国はやっぱ危ない国もあるから危ない国ではやらない、やらないだけど韓国はそういうことができるから安心してます。先生のサプリが気になるって、最近飲んでるサプリが最近レスベラトロールとレスベラトロールとケルセチンとレスベラトロールと、菅さんが作ってくれた今後の3つのこの3つを毎晩飲んでる。やはりそのうち一つだけ猫におすすめするとしたらそれはレスベラトロールだよ。やはりなぜでしょうか。それレスベラトロールやっぱり新井先生も言ってるけど一番抗炎症の作用が強いのがレスベラトロールだって僕たちは思ってるからレスベラトロールがいい。先生はなんか飲みながらなんか感じたりするんですか。いいなって。そう足全然関係ないかもしれないけど足が痛かったのがなくなった。足がいつも足が疲れてたの、足のこの甲がそれがなんかなくなったなと思って。多分新井先生にその話聞くと、なんか体内のもう細かいちっちゃい炎症が少し抑えられてからなんじゃないかとか言ってくださる。だからそこはねちょっと感じてます。だからね飲まないのが今度不安になってきたの。多分必ず今日も昨日も夜も菅さんもらったやつを夜飲んだし。いつも必ず旅行の時持ってってるようにした。うちのルルちゃんが、スコティッシュフォルドのもう遺伝病があって、少し関節が痛い子だったんですが、猫用の関節サプリってコンドロイチンだとか、エメセンだとかそういうの入ってるんですけど、体がちっちゃいんで、それ飲ませると下痢をするんですよ。なんか容量が合わなくて、でたまにそういう容量合わなくてでもあるし、そういうの飲むとそういうなんか副作用ある場合もあるんですが、それで飲ませなかったんですよ。でレスベラトロール入ってるやつを飲みながら、なんか抗炎症作用あるサプリ飲ませたら、最近は痛そうには全然見えなくて、なんかね抗炎症作用でそれ飲んだらやっぱり炎症が収まった。痛いのは炎症だったんだと思う。多分そうなんですね。なんかやはり、シニア猫にはやはりインテンシブですね。老人だから。そこまでは。7歳以上からインテンシブになっちゃう。でも本当は正直言うと僕ね、そういうサプリとか60何年間飲んだことなかったの。本当でそれを菅さんに言われて飲み始めて、それは習慣化してるの。で1年ぐらいね、ここ1年ぐらいそれまで全く飲んでなかった。ですね。ゼロだった。でも最初先生、私はサプリ飲まないからとかおっしゃったじゃないですか。今はだからもう毎晩いつもこうやって3つ置いといて夜歯磨いてこうやって飲んでます。やはりサプリ結構ちゃんと私に合わせて飲んだらいろいろいいですね。あとやっぱり前も言ったけどさ、サプリメントで健康を維持できるのが一番いいんじゃない？そうですね。なんか薬じゃなくて悪くなる前に悪くならないようにずっと飲む。そうですね。もう習慣的にずっと維持するっていう感じで飲んだら、もうこれで病気にならないだとか、これでなんか年取らないとかっていうもんじゃなくて、今の私を支
えてくれるっていう感じだったらいいかなっていう。本当はね食事で全部カバーできればいいんだけど、食事はカバーできないんで、それでサプリメントって僕はすごくいいと思う。私もそうだと思います。本当にね1年間でついた習慣だから、この1年間でモモグループのおかげで私についた習慣で全く飲むはあれなかったからね。でも習慣になればいろいろ良さが分かってくるって。先生どのくらいかかって分かったんですか？いいかもしれない。だからその足の痛みがなくなったからね。アジア中僕一人で動いてるじゃない。そうですね。それが多分サプリメントのおかげだっていうふうに思ってるわ。私もここ3年4年近くサプリ飲んでるんですけど、最初サプリ飲んだ時は1ヶ月2ヶ月ぐらいではなんか何の違いもなかったんで、これ飲んで意味あるのとか思ったんですけど、やはり時間を積み重ねてきて、それこういう効果があったんだっていうのが後々で分かるようになって、多分私は6ヶ月くらいかかったんですけど、6ヶ月後に私最近ちょっと活力戻ったんじゃないっていうのがあって、すごいなと思って。そうだからすごい何かを感じたんじゃないけど、ずっと同じ状態でいられるっていうのはこの年になるとね難しいね。ずっと同じ状態でいられるからそれ聞いてると僕は思ってる。やはりなんかでも絶対必要な人がいると私は思います。猫も同じ。そう猫も同じ。これはクレイコットリサーチの保護者さんからは結構届いてくる質問なんですが、猫っていつからサプリを飲ませた方がいいかなっていう、何歳から、先生のお考えをお聞きしたい。やっぱりねちょっと猫の生活のなんかステージが変わるのは僕7歳だと思ってて、やはり、2歳とか3歳はねそんなに、人間でも必要ないけど、やっぱり人間でいう40歳45歳ぐらいのところにかかってくる年齢っていうのがそのぐらいだから7歳ぐらいからどうかなと思うけどね。クレイコットリサーチでも7歳以上で健康だったらインテンシブから始めた方がいかがでしょうかっていう話は知ってます。うちの病院でもね7歳ぐらいからもう毎年健康診断ちゃんとやろうねっていうふうに言ってるんで、本当は1歳からやってももちろんいいんだけども、だけどなかなか皆さん1歳とか2歳じゃねなるほどと思わないから7歳ぐらいやはり保護者さんの気分も考えて大体7歳ぐらいからやっぱり人間でも40歳ぐらいからやってた方がいいと思うな。それ考えると4歳はいかがですか？4歳ぐらいからもうそろそろ始めるとか。多分ね猫の種類にもよるよね。スコティッシュホールドとかマンチカンとかやっぱり手足の短い関節の病気のあるような子たちと普通の子たちはちょっと違うでしょ。だからやっぱり猫によって違う。やはり個体に合わせた方が一番いいですね。あと猫の種類もね。種類も大事だと思いますね。それは考えてなかったんですが、雑種の猫はそうでもないけどやっぱり純血の猫たちはやっぱり何か病気に対してなんかちょっと弱いような印象がある。そっか。雑種の猫よりも純血者は弱い。で犬も同じなんだけど、犬の話はやめるけどちょっと余談だけど犬はもう絶対フレンチブルとかも絶対アウトだからね。フレンチブルも大体10歳生きないでしょ。なんかそれ聞いて私がもしフレンチブルドッグの保護者だったら刺さる。フレンチブルドッグはきついよね。そっか。だからそういうように動物猫でも猫の種類によってやっぱり気をつけたい種類はある。そういうの考えたら遺伝子確認した方がいいかもしれない。そうですか。だからこれからはやっぱりその遺伝子によって将来予想しながらやっぱり猫と暮らしていくっていうふうになると思うし、新井先生がいつも言ってるのはもう猫は今の技術でも太りやすい猫と太りにくい猫がいるので、あなたの猫は太りやすいから気をつけましょうとか太らないから大丈夫よとかいうのを言ってあげるといいと思います。それはウェルネスでいけばいいと思いますね。やはり、なんかウェルネスってなんかちっちゃいところからもうお世話しましょうなんじゃなくて、私たちの猫と犬の現在の状態に合わせてお世話していきましょうっていう感じ。そうですね。っていうかね、猫や犬だけじゃなくてやっぱ人間も含めて全体の集合としてウェルネスです。そうですね。僕の考えとしてはね。それは私分かる気がします。だって猫が悪くなるとユンさんも
ちょっとなんか大変ですね。ってことはこの猫が元気だということはあなたも元気だということですね。そうですね。だから全体もっと全体のウェルネスっていうのを考えてあげたいとそれ本当なんか分かる気がするのが、うちの将軍が結構もう腎不全ステージ4の時、もう1年近く頑張ってお世話したんですが、それがもちろん私は彼が元気とか活力戻してほしくて頑張ったんですけど、やはり辛いのは辛いですね。あまりにも辛くて、なんかこれでいいのかっていうくらい考えた時もあるんで、やはりそうなる前にもう毎日の習慣で今の生活を維持できるなら、もう習慣作っといた方が本当の意味でのウェルネスっていう風になるんじゃないかな。あとね、皆さんが考えてる以上にできることがあるから。そうですね。皆さんが考えている以上に自分の猫の今犬や猫のね健康をサポートする方法って世の中にいっぱいあるんで、それをね知ってる人と知らない人は違うと思う。そういうことです。私もそう思います。大丈夫。さっきのランチでの話なんですが、インディアの会社でトラも腎不全になるから一緒に研究してみたらどうでしょうかっていう話が届いてて、それ可能なんでしょうか、先生。やっぱりトラもねチーターって話もあったけど、やっぱそれは猫科の動物だからわからないけどチャレンジするのは楽しいんじゃない？面白いと思う。トラですか？僕はちょっと横で見てるけど。トラの採血できますか、先生？いや、それの担当の人にお任せします。はい、わかります。でもトラちょっと気になりますね。気になるよね。宮崎先生も言ってるからね。トラもなんか猫科だから。はい、そうですね。聞いたことあるんで、多分可能かも。そう、猫だけじゃなくて猫科の動物、全部一緒だと思う。やりましょう。わかりました。いっぱい飲まなきゃなんないだろうね。すごいいっぱい飲まなきゃ。200キロぐらいするんじゃないですか。190キロとか200キロとか。どうやって飲ませるんだろう。60匹分だね、この。60匹分。ああ、可能なのかな。可能なのかわからないけど、夢があるよね。でもなんかある意味でロマンチック。そういう夢っていうかね、ロマンチックな部分でいいじゃないですか、やれば。はい、OK でした。OK ですか。